どうも、今回ポータブル電源メーカーのエコフローさんからこんなものをご提供いただきました。これポータブルエアコンウェーブ2になります。ポータブルエアコンです。でこれ、このチャンネル見てくれてる方だったらピンとくる方いらっしゃるかもしれませんが、以前紹介したポータブルエアコンウェーブ、これの後継機がこのウェーブ2になります。パッと見でも分かるように旧型と比べてもかなりコンパクトになってます。それでいて重量も軽くなってるようです。でさらにすごいのがですね、これなんとこれ冷房の他に暖房もいけちゃうらしいんですよ。この旧型に関しては冷房機能しかなかったんですけど、この新型に関しては暖房冷房両方備わってると。いやすごい進化ですよね。それにしても本当にコンパクトになりましたね。でこの旧型の方、これ操作周りがここが電源とかタイマー、温度でモードとかで、ここがディスプレイ兼このダイヤルになってて、ここで温度調整とかしてたりしてたんですけど、この新しい方はですね、このダイヤルが廃止されて横に長いディスプレイが配置されました。で電源とかでこれ、冷房暖房切り替え、これが風の強さで温度を上げる下げるでモードと、なんかシンプルになって使いやすくなってるっていう印象があります。ここが、こんな感じに横に開くようになりましたね。これ後で紹介するんですが、旧型もこの新型もバッテリーをガチャッと装着できるんですよね。そのバッテリーをつなぐこれが端子です。でこういったソーラー給電もできるようになってるっていう、こういうところは踏襲されてますね。こういったとってもなんか目立たなくなってすっきりしました。こういった排気口もですね、こっちの旧型の方はこの背面にあったんだけど、この上の方に来ましたね。ここに取り付けるダクトもついてくるんだけど、この排気口が上にあることによって車中泊の時とか窓にこうダクトを伸ばしやすいようになってるんですよね。これだとこうダクトをちょっと伸ばしにくかったんだけど、そういったところも改良されてます。すごい進化してます。じゃあこれ実際に作動させてみたいと思います。電源はここ1回押すと起動します。でディスプレイがこんな感じになってると。でここが機能ボタンになっているようです。こんな感じで3つの機能が選べます。冷房、暖房、送風っていう感じで、このインジケーターの色も変わるので分かりやすいですね。ちょっとこの冷房機能からいってみますか。ここがモードボタンですね。マックス、これがナイトモードですかね。でエコモードでノーマルっていう感じで、ここでモードも切り替えられると。でここで温度設定、これで下げてこれで上げるっていう感じですかね。長押しするとこう一気にガーッといきます。上が30、下が16度まで設定できます。でここで風の強さですね、3段階こう切り替えられるようになってます。マックスモードでいってみますか。うわすごい、うわめちゃめちゃ冷たいです。で今風も一番強いモードになってるんで、かなり強い風が出てますね。こっちは吸い込んでますね。ここはちょっとあったかい風がこう出てますね。でこの後ろ側もこの吸い込み口と、ちょっとこのサーマルカメラで、この様子見てみますか。こう見てわかるようにこの吹き出し口のところめちゃくちゃ冷たくなってます。本当に冷たいです。もう明らかに、周囲の気温と比べても10度ぐらい下がってるのが分かります。でもってこの辺りは
ちょっとあったかくなってますね。この排熱の関係ですかね。やっぱこの上部ですね、ここからはかなりあったかい風が出てきてます。サーモカメラ見ても分かりますね。車中泊の時とかはこの暖かい空気を窓の外に逃がしてあげたりとか、そういった風に使用します。いや、それにしてもこれ前に立つとめちゃくちゃ涼しいです。こういったドレーンもついてきて後ろにこう接続できるようにはなってるんだけど、基本的にはこれドレーンフリー機能がついてるらしくてですね、こう水が溜まってきた場合は勝手に自己蒸発させるっていう、そういった機能もついてるようです。ただ湿度が高すぎる場合とか暖房モードを使用する時はこのドレーンホースつないで水を排出してあげるっていうこともできるようになってます。これは水が溜まってきた時、この表示が変わるようです。この表示が出たらさっきのこのホース接続して排水してあげるっていう風にしてあげた方が良さそうですね。じゃあこの暖房の方もさっきと同様このサーマルカメラで見てみますか。これさっきと打って変わってこの送風口、ここが周りの空間よりもあったかいのが分かります。この取り入れ口のところの方が温度が下がってるっていう感じですね。このサイド、ここはあったかいですね。今度はここがめちゃくちゃ涼しいです。これでも一目瞭然ですね。なんかさっきと逆ですね。さっきはここがあったかくてこっちが涼しかったんだけど、今はこっちがあったかくてこっち側が涼しいっていう、そういった感じですね。いや、それにしてもこの1台で暖房、冷房、あとこの送風機能、これができるっていうの素晴らしいですね。ちなみにこの Wave2 はですね、このエコフローアプリに接続できて、こういった設定はこのアプリ側からもこんな感じでこう連動してるの分かりますかね。こう細かく設定してあげることができるんですよ。風量とかも簡単にこう変えられます。ここで電源をこうオフをやったりすることもできるんで、これはいいですね。ちなみにこの電源オンできるのもいいですね。朝起きてこの枕元で電源オンにしてこの冷房を効かせるとか、あとはこのタイマーも便利ですね。こんな感じで2時間後にこう切るとか、そういったタイマー機能もついてます。付属品としてこんなものもついてきました。これダクトですね。ここにつける。よいしょ。ガチャンと取り付けられていいですね。わ、これダクトもこの両端加工してあるんで取り付けこれ楽だな。めっちゃ楽。ただひねるだけでつきます。しかもすごいしっかりしてる。これ後ろもめっちゃ楽ですね。こうして今カチャッとはまりました。でこれをこれがですね、前回のやつはここがすぐ取れちゃったんですよ。これだと全然取れないですね。これは本当によく考えられてるわ。でこれは主に車中泊とかですね。室内にこの本体を置いて、でこの外から取り込んでこの熱い排熱をこう外に逃がしてあげるっていう風に使えます。これもう一個付属してきたんだけど、これはあれですね。ここだ。こうですね。これ本当に楽だわ。取り外しもしやすいし、
こっちはキャンプの時このテントの中に、この冷たい空気だけこう入れてあげて、この本体はこのテントの外に置いておくっていう場合、そういう時にこれ使えますね。外に置いとけばテントの中は静かで本当に涼しい空気だけがテントの中に入ってくるっていう、そういった使い方もできます。こういったこのアタッチメントもそれぞれ用意されてるのはいいですね。いや本当に、これ装着楽です。このモードを使ってこっちですね、ちょっと車の中で、これ作動させて、この車の中冷やせるのかちょっと実験してみたいと思います。で今回エコフローさんからこんなものも一緒に送ってもらいました。このウェーブ2用のバッテリーパックになります。装着も本当に簡単で、旧型の方もこういったバッテリーパックあったんだけど、多分やり方は同じでしょう。乗せて、あとはガチャッとバッテリーパックに付属してきたやつなんだけど、これをこう開けてこう接続してあげます。であとは同じようにピッと押してあげれば、はい、今起動しましたね。コンセントはこう抜けてる状態なんだけど、このバッテリーパックだけで作動させてあげることができます。ちなみにここには USB-C ポートと USB-A ポートがついてます。これ使ってあげればスマホとかも充電してあげることができますね。はい。っていうことで、今日は外気温18度で、これ今車の中に温度計入れて、これが車内の温度です。28度ですね。結構ムワっとしてます。この室内、というか車内に設置してどれぐらい、これ気温下がるのかちょっとやってみたいと思います。旧型にはなかった、こういったなんかスポンジ状のこの窓に、このダクトの穴をつけられるこういったものもついてはきたんですが、旧型の時に使用してたやつです。これをちょっと設置します。よいしょ。これで、いいですかね。これが上についたことによって窓の外に出しやすくなりましたね。前は背面に2つついてたんで無理やり折り曲げてやってたんだけど、これは本当にいい進化だと思います。これで外から空気を取り込んで、熱い排熱を外に逃がすっていう、これで効率よく、車内を冷やせるはずです。じゃあ今ちょっと2時っていうことでスタートさせて、28.1 度、これからどれぐらい下がるのかやってみましょう。スタート。でもマックス設定でいってみますか。風量最大。はい、これで冷房ですね。どれぐらい下がるのか1時間ぐらいちょっと放置してみますか。ではスタート。なんかシュールですね。こっちは吸い込んでて、こっちは吐き出してるっていう感じです。この熱い空気外に出したやつをこっちで吸い込んじゃうと意味ないんで、どちらも外に向けてあります。はい、っていうことで今1時間経ちました。で、室内めっちゃ涼しいです。温度は 19.4 度ですね。さっき28度だったんで9度下がったっていうところですかね。でこれ今日中なんで、もし車中泊するとしたら夜じゃないですか。
夜だったとしたら1時間で10度は余裕で下げられると思います。もっと効率よく下がるんじゃないかなと思います。バッテリーはですね、今インジケーターが1個減って4分の3ってなってます。アプリで見るとバッテリー 74% ですね。結構持ちますね。今これフルパワーで稼働してるんですよ。なので、この辺りを設定いじってあげればもうちょっと長く持つんじゃないかなと思います。しかもこう風量とか設定温度変えてあげるとかなり静かになります。ということで今みたいな使い方してあげればコンセントがない場所でも作動してあげることができます。これ取り外しもすごい簡単で、このケーブル、この短いやつですね、これをこう取ってあげて、あとこのレバーを下に下げて後ろにずらしてあげればこんな感じで取り外すことができます。これ充電するときはこれガチャッとやって、でこれつないでコンセント挿しておけば、勝手に充電されてくれるっていう、そんな感じです。このコンセントなしで使う場合、このバッテリーパックの他にこれ、自分愛用してるデルタマックス2000っていう、これ同じくエコフローさんのポータブル電源なんだけど、これに普通にこのコンセントに、このポータブル電源のコンセントに挿して使用してあげることもできるんだけど、今回こんなものも送っていただきました。これがですね、このポータブル電源に接続する専用のケーブルになっているようです。こういったケーブル XT150 ケーブルっていう、そういったケーブルなんですけれど、これをですね、さっきこのバッテリーパック接続したここに挿して、このデルタマックスにはですね、このサイドにこの2箇所、このエクストラバッテリーポートっていうものがあって、ここにこう挿してあげることでこの2台を接続してあげることもできるようです。使い方めちゃくちゃ簡単で、このポータブル電源の電源をオンにしてあげます。であとこっちの電源をオンにすれば、これでもうこんな感じで起動します。もう出てきましたね。はい、このデルタマックス2000であればこのケーブルで接続してあげると最長約14時間作動するそうです。こっちよりも長く作動させてあげたいっていう場合はこういったやり方もあります。こういったガレージとかに置いとくんであればこのコンセントでも十分なんだけど、キャンプとかそういったアウトドア持っていく時にはこういう選択肢もあるっていうことですね。はい、ということで今回これ少しの時間ではありますが、使ってみて良かった点とここがなと思った点、それぞれ挙げていきたいと思います。まず良かった点、このコンパクトになってなおかつ軽くなったっていうこと、これ素晴らしいですね。車の中に設置する時も本当に軽くてコンパクトになったんで、以前の旧型よりもかなり使いやすくなりました。あとはやっぱりこの冷房の他に暖房もついたっていうところですね。旧型のやつは夏しか使えなかったんだけど、これであれば夏も冬もどっちも使えるんで年中通して使うことができます。今回この冷房機能をテストしたんだけど、車内の温度1時間で10度近く下げることができたんで、この冷房の性能もかなり申し分ないレベルだと思います。あとディスプレイもですね、操作しやすいし見やすいっていうところですね。暗闇であっても全然操作しやすいです。あとはここのインジケーター、今冷房今暖房とかっていうのが一発でパッと見で分かるっていうのもこれ素晴らしいですね。排気口が上についたっていうのもいいですね。車の中でさっきやったみたいにこの窓のとこにこうやってダクトやる時も旧型よりもかなり取り回し良くなってます。でアプリ連携もあるので離れたところから操作できるのもいいですね。良かった点そんなところですかね。でここがなと思った点、これがですね、しょうがないのかな。これ旧型もそうだったんだけど、このケーブルが結構煩わしいんですよ。
これ脱着できたら本当にもっと何て言うんだろうな、取り回しが良くなるんじゃないかなとは思いますね。ただ旧型からもここアップデートされなかったところを見るとちょっと難しいのかもしれません。ただ旧型からちょっと進化したなって思ったのは、これ付属のパーツなんですけど、ここをこう取り外してこんな感じでセットするとコードが巻けるようになってるんですよ。取り外しはできないんだけど、旧型よりはるかにまとまりがいいです。個人的にはここポロッと取れちゃった方が収まりがいいんで好きなんですけど、こんな感じでちゃんと進化してるんだなっていうところです。あとはこれコンパクトになって旧型よりも軽くはなってるんだけど、めちゃくちゃ軽いっていうわけではないです。さっきのバッテリーパックとかもこう装着すると結構重いんですよ。なので女性がこれ1人で持てるかっていうとちょっと重いって感じるかもしれないです。なので女性とか力のない方は、2人がかりで積み込みするなり、してあげる必要があるかなと思います。そんなところですかね。これコンパクトになってなおかつ一年中使えるようになったっていうところがこれ素晴らしいですね。これ愛用させていただきます。またこれ使ってキャンプしたりとかそういった計画も立ててるんで、また動画撮影できたらオンエアしたいと思います。これもし気になった方がおりましたら概要欄に詳細のリンク貼ってあるんで是非チェックしてみてください。ということで今回はエコフローのポータブルエアコン Wave 2の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。